皆さん、冬越しの準備進んでいますか？今年初めてコチョウランの冬越しに挑戦するという方、これまでコチョウランの冬越しがなかなかうまくいかないなと思っていた方、水やりに関してはいろいろ考えたことがあるよという方もいらっしゃると思いますけれども、もしかしたら鉢の置き方についてまではあまり考えたことがなかったという人もいるかもしれません。今日は鉢植えの置き方で私的おすすめ5選をお伝えしようと思います。ぜひ最後までご覧ください。5選の紹介の前にですね、冬の置き方、置き場所で私がクリアしたいなと思っているポイント、これがありますので、それを先にちょっとお話ししてみようと思います。コチョウランの水やりというのはほどほどのタイミングでしっかり乾ききるということが重要になってきます。植え込み剤を早く乾かすために鉢周りの通気、これを確保しましょう。風通しの悪いところで密集させちゃうとか、買ってきた時のラッピングのまま覆いっぱなしとかやっちゃいがちなんですけれども、気をつけてください。次にできるだけ高い場所に置くこと、やっぱり冷気っていうのはですね、低い位置にありますから、特に出入り口の近く、窓の近くの床の近くっていう場所は極力避けていきましょう。床に近い場所は冷気の通り道ですが、あったかい風が通る場所ならいいかというと、それもちょっとポイントがありまして、エアコンとかヒーターとかの温風が直接当たってしまうような場所、これは乾燥した空気を、株に浴びせてしまう可能性がありますので、暖房器具のすぐ近く、これもできるだけ回避してください。で、次は、この時期特有のポイントなんですけれども、今この株もね、花茎伸ばしているんですけれども、お花いい感じに見たいですよね。でもこのコチョウランのお花、これ結構ね重いんですよ。なので鉢植えの場合、お花が咲いた時の重心バランスってちょっと考えておいた方がいいです。ちなみに素焼き鉢だと、プラ鉢とかよりかは鉢自体が重いんですけれども、支柱とかを使って花茎を真上方向に伸ばした場合には、バランス取りやすくなるんですけれども、なかなかね素人の支柱立てってうまくいかなくって、鉢からねこう横向きにこう伸びていってしまった場合、これはかなりバランスが取りにくくなります。花茎がねすごく短いタイプのものとか、お花がほんの 1,2 輪しか咲かないという場合だったら、バランス取りやすくはなりますけれども、ほとんどの場合かなりね不安定な状態になってしまいますので、お花の時期になる前に頭に入れておいてもらった方がいいかなと思います。はい、ではそんなところをいろいろ考えた上での私のおすすめ紹介やっていきます。最初はこちら、枕目のプラントハンガーです。これ通気性抜群ですね。お家の中にぶら下げられる場所を作れる人にはとってもおすすめです。基本的に真冬は窓のそばっていうのは冷えやすい場所になりますから、避けたいところではありますけれども、窓から少し離したり、かつ高い位置からぶら下げたりしますと、床に置くよりかはね冷えは回避できます。もちろん温度に関しては我が家基準で話してますのでね、もし採用しようかなと思われる方は場所ごとにしっかり温度を測ってね、冷えすぎないように確認をしてあげてくださいね。この枕目のプラントハンガー、デメリットはですね、水やりの時にこれハンガーから外さないといけないことですね。もし目線より高い場所にぶら下げた場合なんかはね、これ取り外すたびにいちいち踏み台持ってきてやらなきゃいけないということになりますので、ちょっと
と数が多いとめんどくさいかもしれません。こういったプラントハンガーを用意される場合ですね、コチョウランに関してはこの上から下がってきているこの部分ですね、2本もしくは4本タイプにしてもらうといいと思います。コチョウランは基本的に葉っぱが左右に展開していきますので、もし3本釣りのタイプですとね、ちょっと葉っぱに紐が当たって葉っぱが傷んでしまうかもしれませんので、注意して選んでもらうといいんじゃないかと思います。お次はこちら、素焼き鉢フックです。これはですね、私自分で作っているんですけれども、長いのと短いの作っています。用途はですね、先ほどの枕目のプラントハンガーとほとんど一緒なんですけれども、フックの素材の関係で水やりの時にこの素焼き鉢フックは外す必要がないんですね。これをこのまま持ち上げてお水やりに持っていくことができます。これがね、結構ズボラな私には嬉しいポイントです。素焼き鉢フックのデメリットはですね、こんな感じで素焼き鉢フックが水平にぶら下げられればいいんですけれども、もしこれがこう傾いていますと、この底の部分の穴がですね、真下に来なくなってしまうんですよね。そうするとここの部分に水が溜まって多少水はけが悪くなってしまうかなと思いますので、ぶら下げ方次第ですけれども、それはねちょっと心配しているところです。あとこうしてずっと斜めにぶら下げっぱなしにしてますと、株自体の重さで鉢からねちょっと抜けそうになってくる場合があります。これぐらい、極端に言えばこれぐらい、斜めだったとしたらね、ちょっと、鉢からすっこ抜けてきそうなイメージになってきます。実際にはね、ひどい根腐れとかしていない限りすっこ抜けてくるっていうことはないんですけれども、ただですね、かなりこの株の重さでですね、重心が引っ張られていきますので、植え替えの時、確かにこの鉢に対してまっすぐ植えたはずだったのに、株がね斜めに倒れていっているっていうことに春になってから気づくことがあります。やっぱりこうずっと斜めに管理していると、それだけで株が斜めに伸びていってしまうし、そっちの方向にね少しずつずり落ちていくっていうことなんだと思います。そして斜めにぶら下げる株は斜めにぶら下げておくっていうことで全然いいと思うんですよ。鉢植えなんだけれども葉っぱがちょっとしだれていくっていう感じに育っていくのも綺麗ですしね。でこの素焼き鉢フックのいいところはですね、一番場所を取らずに置いておけることかなと思います。板付けより小さくなりますし、この素焼き鉢フック同士をですね引っ掛けてぶら下げておくことも、素材がね丈夫なので可能なんですよ。これでねずら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 っとこうぶら下げることができます。その状態でねそれぞれがどっさり咲くとかなり圧巻です。もう一つぶら下げ系タイプの紹介がありまして、これカーテンレールとかにつけられるメッシュのカゴなんですよ。この商品は私の大好きな IKEA の商品ですね。なんかキッチン用品を整理する商品として展開されてるみたいで、なんかそんなコーナーに置いてあったものになるんですけれども、惜しいのはですね、そこの部分、ここはメッシュではないんですが、サイドの部分がねこれだけメッシュになっているので、かなり通気性はいい方ですね。で今ここ撮影しているのはですね、先ほど、枕目のプラントハンガーとかをぶら下げていたこのカーテンレールになるんですけれども、かなり高い位置にぶら下げています。こういう高い位置にももちろんつけられますし、こんな風にワゴンにつけることもできます。なんか形状がねプランターみたいじゃないですか。これでお花咲いてくれるの、下から見るの大好きです。さあ次は奥シリーズ行ってみましょうか。前々から私がコチョウランの管理に使っているこのケース、勝手にケースと発音をしてますけれども、今回ちょっと動画を撮るにあたってこれ世の中で何て呼ばれているのかいろんなワードでググってみましたら、ポットトレ
で入力すると割と検索にヒットしてくるということが分かりました。 Amazon でもいくつか出品がありまして、ネットでも買うことができそうです。しかもやはり使われるシーンが業務用のことが多いからか、物自体が結構ね安めで、このトレイのいいところはですね、一つずつ仕切られているので、もちろん鉢が倒れないですし、動かないので鉢同士の間隔が保てます。鉢の部分はスリットになっているので、もちろん通気もいいですし、結構素材自体丈夫に作られているので、私はねお水やりの時このトレイごと持ってお風呂まで行ってこのままね水やりをしているんですけれども、めちゃくちゃ役に立ってて助かってます。株数が多くて置く場所の確保ができている人にはめちゃくちゃおすすめですね。このポットトレイの難点なんですけれども、置く鉢の大きさに縛りが出てしまうことですね。小さいグミと少し大きいグミみたいに分けるとすっきり収まっていいんじゃないかなと思います。あとこのトレイの難点はですね、このビジュアル、これちょっとなぁと思いながら、隠れるように何かでもし覆ってしまったらせっかくの通気性が損なわれますし、植物のより良い育成とお部屋のインテリア性と、これはずっとせめぎ合いの問題ですね。お次はこちら、ダイソーさんのちょっとおしゃれ雑貨ブランドスリーピーさんで見つけました。さっきのトレイと全然違う。これデザインが2つ売ってまして、1回くびれているもので3点で支えているものと4本で支えている、タイプのものがありました。これ同じデザインのものが2つセットで300円だったんですよ。作りはそんなにしっかりしているというわけではないですね。足の先端の処理もちょっと気になりますね。さっきこれ引きずったら一枚板のテーブルに傷をつけてしまいました。今後気をつけたいと思います。用途は十分に足せるっていう感じですかね。でいろんな鉢のサイズを置いてみたんですが、これが 3.5 号鉢、ここの縁にしっかり引っかかっているっていう感じですかね。で3号鉢になると、これちょっとねデザインが違うのもあるんですけれども、中でねちょっと泳いじゃう感じですね。4号鉢だとはまってないですね。鉢自体の重さでぐらつきはないですけれども、ちょっとねこれは置くべきじゃないサイズ感かなという感じです。この手の植木鉢スタンドっていうのは世の中ねいろいろあると思うんですけれども、サイズさえ合えばねすごくいいと思います。360度のこの通気性、そこの部分も浮いてるっていうのはねめちゃくちゃいいです。私はですね基本的に鉢植えは先ほどの温室の中で育てていて、お花が咲いてきたら、温室から出してですねリビングの中でお花を見させてもらうっていう流れになるものがほとんどなんですけれども、このスタンドお花を見る時にもね結構バランス安定感がありそうなのでねいいかなと思ってます。この冬はこのスタンドを使ってお花が咲いてきたらね、来客時とか、テレビの前とか玄関とかね、いろんなところに飾ってお花を楽しませてもらおうと思います。今日紹介した方法の他にもですね、このキャットステップにアイアンバーをつけてぶら下げちゃったりとか、大きい観葉植物にぶら下げちゃったりとか、とにかくいろんな手段でですね部屋中植物だらけになっているわけですけれども、これがね春先になると部屋中が今度コチョウランのお花だらけになるというのが我が家でございます。よくね植物多すぎじゃないってね、知人とかには言われたりはするんですけれども、まだまだですよね。きっとこのチャンネルをご覧になられている方々だったら、もっと YouTube とかインスタとかでね植物だらけのお部屋とか見慣れてると思いますので、はい、ということで今日はですね私なりに鉢の置き方についておすすめの方法をご紹介させていただきました。皆さんもねいろんな工夫をされてお部屋の中飾っていらっしゃると思います。ぜひこんな置き方してるよっていうのはね他の視聴者さんの参考にもなりますので、ぜひコメント欄に書き込んで教えてください。よろしくお願いします。
それでは今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。